はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。決して山田孝之ではありません。皆さんご存知のように、先日私は今世界中で大流行している新型コロナウイルスという感染症に感染し、現在は自宅にて療養を続けております。そして療養の結果、ご覧のようにすっかり良くなりました。この調子でいけば予定通りあさってから仕事に復帰できると思います。よかったです。簡単にこれまでに出た私の症状を振り返ってみますと、まず熱ですね。で、熱は完全に出なくなるまでに5日ぐらいかかりました。最高は発熱3日目の夜中に出した39度3分。はい。で、発熱以外に筋肉の痛み、関節の痛み、咳、喉の痛み、下痢などが主な症状です。胸の苦しみや味覚障害、あと激しい倦怠感はありませんでした。薬をですね、結局はもともと以前病院に行った時にもらって保管していた解熱剤を飲んで熱を下げたということになります。保健所からの連絡は前回動画を上げた翌日にから毎日その体調管理の電話が来るようになりました。前の動画でも気にしていたコロナの治療薬はどうなのと電話をしてきた保健所の看護師さんに尋ねたところ、ちゃんとしたコロナの薬というのはないんですって。保健所として持っているのは一般的な風邪薬や解熱剤などで、それを必要に応じて保健所から患者さん宅に発送するそうなんですよ。結局はコロナの薬は存在しないというのが札幌市の北海道の国の見解なのではないでしょうか。とりあえず私の手元には最初の通院の時にもらった風邪薬しかなく、しかももうなくなりかけてます。で、当時一番の症状が咳と喉の痛みだったので、咳止めの薬とトローチを送ってもらうことにしました。あとはもともと家にあった、解熱鎮痛剤のカロナールを合わせて飲む。それで様子を見てくださいというのが看護師さんからの指示でした。所詮この程度なんですよ。コロナなんて。はい。自宅療養6日目で熱は全く出なくなりました。合わせて、筋肉や関節の痛みも引きました。ただですね、喉の痛みだけがなかなか引かなかったので、咳止めとカロナールだけは引き続き飲み続けてました。今回の新型コロナウイルスを体験した私の率直な感想としては、ちょっと治りづらい風邪をひいたかなというのが感想です。あと個人的に辛かったのが外出できないことです。はい。ご存知のようにコロナになると外出禁止になります。発症日を0日目としてそこから10日間自宅またはホテルで療養しなければなりません。破れば禁錮刑です。療養の残り3、4日あたりになるともう体は元気なんですよ。なのに家から外に出られない。コンビニにも行ってはいけない。これが結構ストレスになります。家にいてもやることがないんですよ。朝起きてご飯を食べる。寝る。起きて YouTube を見る。昼ご飯を食べる。YouTube を寝る。昼寝をする。夕ご飯を食べる。お風呂に入る。YouTube を見る。寝る。この繰り返しなんですよ。ほんとね、毎日こんな暮らししてたら頭も体もおかしくなります。違う意味で。よく、コロナになって後遺症として倦怠感が取れない。なんかやる気が起きないとかって聞いたことありませんか？あんなのね、私に言わせたらさっきみたいなもう怠惰な健康なのに怠惰な生活を送ってるからむしろおかしくなっちゃうんですよ。わかりますか？もう一度言いますよ。風邪とコロナの症状なんてほとんど一緒。
第6波の時の重症化率は 1% 台でした。で、今回の第7波の重症化率はもっと低くなると言われてます。ワクチン接種0回なのに私はなりました。そして同じ日、ワクチン接種3回した北海道の鈴木知事もコロナになりました。これが現実。ワクチン接種0回の私は重症化することもなく、一般的な風邪薬だけで良くなりました。これも現実。皆さん、そろそろコロナでバカ騒ぎやめませんか？とりあえずはですね、風邪なのかコロナなのかよくわかりませんけども、良くなって、良かったかなと思ってます。で、今一番したいことはですね、ラーメンを食べに行くことです。早く外に出て、動き回りたい。これがもう率直な気持ちです。そして再来週ですね、ここ北海道にて、なんと20のコンサートが行われるんですよ。私、TWICE も好きですけども、実は20も大好きです。だから、この時期で、風邪をひいて、治ってよかったかなと、再来週のコンサートを楽しめるなと思って喜んでおります。あとは後日ですね、保険会社に今回のコロナのお見舞い金を請求したいと思います。はい。当然この自宅療養期間中は仕事を休んでしまったので給料もないです。なので、保険でいくら出るかわかりませんが、きっちり請求したいと思います。ということで皆さんもくれぐれもコロナという名の夏風邪に気をつけましょう。ということで、こんな派遣社員の毎日に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。